みんな、ずんだもんなのだ。今日は遠く離れた北の国、ノルウェーについて紹介するのだ。みんなが大好きなお寿司のサーモン。あれって実はノルウェーが生みの親なのを知ってたのだ。1980年代にノルウェーが国を挙げて売り込むまで、日本ではほとんど生で食べられていなかったらしいのだ。びっくりなのだ。今日はそんなノルウェーからとっておきのニュースを全部で5つお届けするのだ。中でもずんだもんが一番注目しているのは5つ目のニュースなのだ。今日のノルウェー金曜日の最新ニュースまとめっていう記事で最新の出来事がぎゅっと詰まっているのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、ずんだもんと一緒にノルウェーの最新情報を見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は北欧の美しい国、ノルウェーについてご紹介するのだ。ノルウェーはヨーロッパの北西部、スカンジナビア半島に位置していて、首都はオスロなのだ。古くはバイキングの活躍で知られる歴史を持つけど、今は立憲君主制のもと、議会制民主主義を採用している平和な国なのだ。人口はおよそ550万人と、比較的少ないのだね。主要産業は、北海油田から取れる石油や天然ガス、そして豊富な海の恵みを生かした水産業が有名で、特にサーモンは世界中で愛されているのだ。雄大なフィヨルドや神秘的なオーロラ目当ての観光客もたくさん訪れるのだよ。ノルウェーは豊かな自然を守ることに熱心で、再生可能エネルギーの導入や電気自動車の普及率が世界トップクラスなのだ。サステナブルな社会を目指す環境先進国としても注目されているのだよ。壮大な自然と進んだ社会システムが魅力のノルウェー。一度は訪れてみたい国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ノルウェーの無料移民相談、入手先を開設という記事なのだ。ノルウェーで無料の移民相談を探しているみんなに朗報なのだ。家族移民や永住許可、市民権の申請など、ノルウェーの複雑な移民法で困った時に、無料で専門家のアドバイスがもらえる場所があるのだ。いくつかの団体が、移民や亡命希望者に向けて、無料のガイダンスや法的支援を提供しているのだ。まず、ノルウェージャン・オーガニゼーション・フォー・アシルム・シーカーズ、NOAS、なのだ。主に亡命申請をサポートしているけど、家族移民や永住許可、市民権の相談もできるのだ。UDI や UNE に申請を却下されちゃった人も相談できるのだ。電話番号私47、22、36、56、60。メールはnoas@noas.org なのだ。オスロのトルガタ22にオフィスもあるので、直接相談もできるのだ。次に、オスロの学生さんが運営している、シャスバス、なのだ。ここも移民関係の法律相談を無料でしてくれるのだ。移民問題の他にも、労働問題や債務問題など、幅広い法律問題に対応しているのだ。電話番号私47、22、84、29、00、オスロのスキッパー型23で直接相談もできるのだ。セルフ、ヘルプフォーイミグランツ&リフュージーズ、SEIF、も忘れてはいけないのだ。これは移民や難民を支援するボランティア団体で、ノルウェー全国にオフィスがあるのだ。NAV 関連、学校、仕事、在留許可、家族再会、金銭問題など、様々な相談に乗ってくれるのだ。秘密厳守で、気軽に相談できるのだ。他にもたくさんの無料相談先があるのだ。JURK、シュリディスク、RDGIVNING、フォークビナーは、女性に特化した無料法律相談なのだ。移民問題も扱っていて、女性ならではの悩みに寄り添ってくれるのだ。ベルゲン大学の学生さんが運営する、ジャスフォーミン人は、ノルウェー全土の人に法的なガイダンスを提供しているのだ。移民問題もカバーしているのだ。グラティス・レッジジェルプは、学生による無料法律相談団体をまとめている組織なのだ。年間約2万件もの問い合わせを受けているのだ。アドボカトバクテンは、
弁護士協会のメンバーの弁護士さんに最大30分間無料で相談できるのだ。オスロに住んでいる人は、オスロコミューンフリーレッジジェルプが便利。政府資金の私立弁護士から無料アドバイスがもらえるのだ。カリタスリソースセンターは、人道支援財団が運営する情報センターで、オスロやベルゲンなど複数都市にあるのだ。専門の弁護士による無料法律相談を週に数回提供しているのだ。北ノルウェーの人は、シュシェルパアイノード、農事を利用できるのだ。トロムソ大学の法学部の学生さんが法的なヘルプを提供してくれるのだ。電話やオンラインで相談できるのだ。ノルウェーでの生活で困った時は、これらの無料相談窓口をぜひ利用してみてほしいのだ。困った時は一人で抱え込まずに相談するのが一番なのだ。二つ目のニュースなのだ。ライフサイエンス。委員が欧州の秘宝である理由という記事なのだ。ねえ、みんな、委員って生活の質が世界トップクラスって有名だけど、実はライフサイエンスっていう分野でもヨーロッパの隠れた宝石なんだって知ってたのだ。バイオテクノロジーや医療技術、お薬の研究がすごく盛んなのだ。委員は昔ながらの美しい街並みと未来を見据えた最先端の研究が融合してるのだ。委員ビジネスエージェンシーの偉い人、ドミニク・バイスさんも言ってたけど、ライフサイエンスはウィーンのイノベーションを引っ張ってるんだって。世界的な製薬会社から新しい技術に挑戦するスタートアップまで、たくさんの企業がウィーンを選んでるのだ。地元の大学とも協力して、世界に通用する医療技術や診断ツールを生み出してるんだって。すごいのだ。この分野には750以上の会社があって、年間227億ユーロも稼いでるのだ。そして、4万9千人以上もの人が働いていて、どんどん国際的な専門家が集まってきてるのだ。委員が選ばれるのは、研究環境が素晴らしいだけでなく、優秀な人材が集まること、そして何より、住みやすさが抜群だからなのだ。生活費も手頃だし、仕事とプライベートのバランスも取りやすいから、国際的な研究者や起業家もウィーンを故郷にしてるのだ。ウィーンに住む人の約 40% は外国生まれなんだって、いろいろな人がいるのだ。武田薬品とか、エーリンガー・アインゲルハイム、ノバルティスみたいな世界の大手企業もウィーンにオフィスがあるのだ。研究機関もすごく密接につながっていて、研究室と会社が歩いていける距離にあることも多いのだ。だから、共同研究がすごくやりやすいんだって。ウィーンバイオセンターでは、2000人以上の科学者ががんの研究とか、新しい薬の研究をしてるのだ。田中さんの再生生物学の研究や、これからできる生物医学 AI の研究施設、AIDHYRA 研究所も注目されてるのだ。委員科学技術基金のマイケル・シュタンクファーさんも、ライフサイエンス分野はどんどん成長してるから、国際的な人材にとって魅力的な仕事がたくさんあるって言ってたのだ。それに、新しい国に移住するのは大変だけど、ウィーンでは手厚いサポートがあるのだ。ウィーンビジネスエージェンシーやウィーン科学技術基金、WWTF、LIS アビエンナっていうところが、お金の申請や住む場所探し、スタートアップの支援までいろいろ助けてくれるのだ。国際的な科学者へのサポート体制がしっかりしてるって、みんな驚くらしいのだ。研究だけじゃなくて、ウィーンは街としての魅力もいっぱいなのだ。交通の便もいいし、医療も充実してるし、文化的な施設もたくさんあるのだ。公園も多くて、子育て支援、小さい子の保育園が無料とか、も手厚いのだ。中央ヨーロッパに位置してるから、他の国への旅行もすぐに行けちゃうのだ。フロイトの精神分析とか、シュレーディンガーの量子論とか、ウィーンは昔から賢い人たちを引きつけてきた歴史があるのだ。遺伝子編集や AI を使った健康研究みたいな新しい分野でもどんどん進んでるのだ。ウィーンは研究者や起業家がヨーロッパの拠点として選ぶ最高の場所になってるのだ。みんなもウィーンに来て研究も生活も楽しむのだ。
3つ目のニュースなのだ。米国の対ノルウェー関税。その内容とあなたへの影響という記事なのだ。アメリカはノルウェーからの輸入品に 15% の関税を課すことになったのだ。これは以前トランプ大統領が言っていたことが現実になったもので、ノルウェーのヨナス・ガールストーレ首相も国にとって重大な結果をもたらすと言っているのだ。関税というのは輸入される商品にかかる税金や手数料のことなのだ。これによって輸入品が高くなり、国内の製品をより魅力的にする目的があるのだ。例えば、ノルウェーは自国の農業を守るため、牛肉に 344%、牛乳に 443% もの関税をかけているのだ。今回のトランプ大統領の関税は、一部の例外を除いて、ほとんど全てのノルウェー製品に適用されるのだ。ノルウェーにとって、輸出は経済の重要な部分を占めているから、この関税は大変なことなのだ。ストーレ首相は、輸出で成り立っているノルウェーのような国にとって、これは深刻な問題で、多くの企業や雇用に影響が出る可能性があるのだ、と語っているのだ。政府のデータによると、約60万もの雇用が輸出に関連しているらしいのだ。だから、貿易戦争が長引けば、ノルウェー経済に深刻なダメージを与える可能性があるのだ。アメリカはノルウェーにとって3番目に大きな貿易相手国で、ノルウェー本土からの輸出の約 8% がアメリカ向けなのだ。ノルウェー経済大学のオラ・グリッテン教授は、水産養殖業や漁業が特に大きな打撃を受ける可能性があると言っているのだ。また、貿易戦争が世界経済、そして小さな開放経済であるノルウェーの成長をなまらせる可能性もあるのだ。関税によってインフレが中央銀行の目標値まで下がるのに時間がかかり、金利が高いままになる可能性もあるのだ。そうなると、住宅ローンなどを抱えている人たちは、高額な返済に苦しむことになるのだ。株式やファンドに投資している人も、市場が低迷すれば資産価値が下がるかもしれないのだ。ストーレ首相は、アメリカ製品への報復関税は課さないとしているのだ。ノルウェーは引き続きアメリカと交渉を続ける方針なのだ。貿易産業大臣のセシリー・ミルセス氏は、金曜日に、ノルウェーは現在 15% の関税を課されたが、両国間で合意に達するため、アメリカ当局との交渉を続けているのだ、と述べているのだ。彼女は交渉、困難だが建設的、だと表現しているのだ。専門家は、ノルウェーが報復関税を導入しても、アメリカにはあまり効果がないだろうと考えているのだ。4つ目のニュースなのだ。ノルウェーでダニ媒介感染症の予防接種は必要ですかという記事なのだ。ノルウェーのダニ対策、気になっている人もいると思うのだ。でも、実はほとんどの人にはワクチンの接種は推奨されていないのだ。夏はダニのシーズンで、毎年たくさんの人が噛まれるけど、ほとんどの場合は大丈夫なのだ。でも、ライム病のリスクはあるのだ。ノルウェーのダニは、FLTT と呼ばれていて、主に南東部や西部の海岸沿い、北は暴動まで広く生息しているのだ。森林や牧草地、竹の長い草の中にいることが多くて、ハイキングやキャンプ、ベリー摘みなど、自然の中で過ごすときに特に注意が必要なのだ。気温が5度以上だと活動するけど、特に夏、4月から9月頃が最も活発なのだ。ダニが媒介する病気は主に、ライム病とダニ媒介性脳炎、TB の2つなのだ。ライム病は半数の人は無症状だけど、皮膚の赤みや頭痛、ひどいと神経系に影響が出ることもあるのだ。南ノルウェーのダニの約 25% がライム病菌を持っているのだ。TB はウイルス性の脳感染症なのだ。最初はインフルエンザのような症状で吐き気やめまいが出ることがあるのだ。約3分の1のケースで重症化することもあるのだ。噛まれてから約1週間で症状が出ることが多いのだ。残念ながら完治する薬はないけど、治療法はあって、ワクチンも存在しているのだ。TB を持つダニはノルウェーのダニの約 1% と少ないけど、ローガラン、ベストフォル、
テレマルク、アグデル、ビーケンといった特定の地域に集中しているのだ。ワクチンを接種すべき人は TBE を持つダニが多い地域に住んでいる人や森で長時間過ごす人なのだ。具体的にはレスト、アグデル、イースト、アグデル、テレマルク、ベストフォル、ブスケルーに住む子供や大人に検討が推奨されているのだ。ワクチンは初年度に3回接種が必要で、その後も数年ごとにブースター接種が必要なのだ。完全に保護されるまでには時間がかかるから、ダニシーズンよりかなり前に接種を始めるのが良いのだ。でも、ノルウェーでの TBE の発生率は低いので、ほとんどの人はワクチンを打つ必要はないのだ。それよりも、ダニに噛まれないための予防策をしっかりとることが一番大切だとされているのだ。例えば、竹の長い草がある森林地帯に行くときは、長袖の服を着て、ズボンの裾を靴下の中に入れるのが良いのだ。できるだけ道の中央を歩いて、草に触れないようにするのもポイントなのだ。外出から帰ったら、すぐに体を丁寧にチェックして、シャワーを浴びるのだ。こうすれば、ダニが噛む前に見つけて取り除ける可能性が高まるのだ。もし服にダニがついていたら、乾燥機に1時間かけるとダニは死んでしまうのだ。みんなも、これらの予防策をしっかりして、ダニから身を守るのだ。5つ目のニュースなのだ。今日のノルウェー。金曜日の最新ニュースまとめ、という記事なのだ。ヤッホー。みんな、今日はノルウェーの最新ニュースをお届けするのだ。スンダモンと一緒に見ていくのだ。まず最初のニュースなのだ。アメリカがノルウェーからの輸入品になんと 15% もの関税を課すことになったのだ。これは8月8日から実施されるのだ。アメリカのトランプ大統領が以前から話していたことだけど、ついに決まったのだ。ノルウェーの貿易産業大臣であるセシリエ・ミルセスさんは、外交的な話し合いで解決を目指していると発表したのだ。話し合いは大変だけど、建設的に進んでいるそうだから、いい方向に向かってほしいのだ。次のニュースは、お天気の注意報なのだ。ノルウェー北部では激しい雷雨が予想されているのだ。特にノールラン、トロムス、フィンマルクに住んでいるみんなは、金曜日の午後2時から夜11時くらいまで、雷に気をつけてほしいのだ。気象庁は、雷が頻繁に落ちる可能性があるから、山や水辺、開けた場所は避けてねって注意を促しているのだ。7月も雷がたくさん発生したけど、8月も同じように多いみたいだから、本当に注意が必要なのだ。それから、悲しいニュースもあるのだ。夏の期間に交通事故で亡くなる人が急に増えているのだ。7月だけで、ノルウェーの道路で17人もの人が命を落としてしまったのだ。6月よりは少し減ったけど、この2ヶ月間の合計は去年より12人も多いのだ。特にレストラン地域で亡くなった人が多くて、7人もの人が命を落としたのだ。今年は今のところ、合計で68人もの人が交通事故で亡くなっているそうだから、車を運転する人も、道を歩く人も、みんな交通安全には十分に気をつけてほしいのだ。最後のニュースは、スバールバル諸島での出来事なのだ。水曜日に、博物館で働いている2人の職人さんが、ホッキョクグマに襲われそうになって、やむを得ず銃で撃ってしまったのだ。博物館の館長さんが話すには、彼らは最初、クマを追い払おうとしたけど、うまくいかなかったそうだし、とても辛い思いをしたと話しているのだ。誰もホッキョクグマを撃ちたくなんてないのだ。この事件は、スバールバル環境法に違反していないか、今も調査中なのだ。今日のノルウェーニュースはここまでなのだ。またねなのだ。皆さん、ノルウェーの雄大な自然と先進的なシステムは魅力的だけど、経済問題や自然、ダニ対策など、いろいろな側面を知ることも大切だったのだ。今回の情報がみんなのノルウェーや海外への理解を深める助けになったなら嬉しいのだ。またねなのだ。
なのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。